この番組はカルタって楽しいカルタクラブの提供でお送りします。はい、皆さんこんにちは。カルタクラブ解説員のなっちゃんです。特別解説室からお届けしております。今日の試合はですね、西郷永世名人対山下エレ元クイーンとの試合になります。両選手ともトップレベルの超 A 級選手です。詳しいプロフィールは概要欄に書いてありますので、よかったら読んでみてください。画面の見方は多分直感的にわかると思うんですけれども、不安な方は過去動画を見ていただくと安心かもしれません。概要欄にリンク貼っておきます。最初は歯から始まる札が読まれるようです。画面で色をつけて歯の札を示してあります。はい、2人とも札には触りませんでしたね。競技カルタでは120種100枚あるんですけれども、そのうちの50枚しか使いません。100枚使っていないんですが、読まれる札は100枚なんです。なので、こういった風に読まれたけどこの場にはないっていう状態が発生します。この札のことはカラー札と言います。続いてあから始まる札が読まれるようです。はい、綺麗に山下選手が取りましたね。あの札たくさんあるんですけれども、その中でしっかり聞き分けてタイミングぴったりで取っています。めちゃめちゃ簡単そうに取っているんですけれど、これかなりの高等テクニックなんですよね。競技カルタ選手の中でもこうやって綺麗に取れる選手っていうのは限られてきますね。はい、続いて読まれる札はなから始まる札です。なから始まる札も、結構たくさんありますね。はい、西郷選手が自陣で取っています。少し、お互いの意識からは外れていた札のようです。他のなから始まる札は2字目、そして3字目まで聞けば取れるっていう中で、このなにわがっていう札は4文字目まで聞かないと、取れない札になってきます。より早く取れるこの決まり字が短い札に意識を割くっていうのが定石になるので、ちょっと意識から外れてたんですかね。はい、またなから始まる札が読まれました。今度は山下選手が取っています。ちょっと地味な取りが続いてますね。こんな感じでお互いの意識の外にあった札を地味に取ることを、よく拾うなんて言ったりします。西郷選手はこのなの音から始まる札が多い画面の奥側の方をですね、意識していった感じがします。次はこから始まる札です。山下選手が取ったように見えたんですけれど、これはお手つきです。読まれた札は心にだったんですが、場にある札は心あでした。間違った札触ってしまったのでお手つきになります。お手つきするとペナルティとして相手から札が、今ちょうど送ってますが、こうやって1枚送るというルールになってます。競技カルタは手持ちの札を先に0枚にした方が勝ちっていうルールがあります。ちょうど上の画面のバーですねが0になったら勝ちというわけです。はい、次に読まれる札はよから始まる札です。ちょっと画面色ついてないんですけどすみません。はい、読まれたけど間に合わないので空札です。画面上にこの場にある札っていうのは世の中はなんですけど、世の中よが読まれました。同じ世のから始まる札のが2枚ありまして、で今そのうちの片方が読まれたので、この場にある世の中はの札はよのまで聞けば取れる札に変わりました。はい、また空札ですね。ちょっとさっきの説明の続きなんですけれども、こうやって札が読み進めるに進まるにつれて決まり字っていうのが変わってくるっていうのも競技カルタの面白いところです。次はひから始まる札ですね。はい、西郷選手が守りました。ちょっと手がね早く行き過ぎてしまったようです。3時で取れる札になるんですけれども、この3時決まりの札っていうのをちょうどよくタイミングを合わせて取るのっていうのはとても難しいです。そして、世の中はの札の位置を移動しています。
試合の途中でこうやって札の配置を変えるっていうのは対戦相手に申告をすれば自由にできるルールになってます。次は「も」から始まる札が読まれます。はい、読まれたけどこの場にはなかったのでカラー札ですね。この場にはも、ろの札があるので、同じもから始まる札がありましたね。ので西郷選手はそちらに反応していたようです。次はわから始まる札が読まれます。はい、またカラー札ですね。次はこから始まる札です。画面でこの札黄色になっています。早い西郷選手がとても早く取りました。山下選手の陣にあった札ですね、しっかり取ってます。このままだと西郷選手がせっかく取ったのに山下選手の方の持ち札が減っちゃいますよね。なので相手陣の札を取った時は枚数調整のために自分の陣地から好きな札1枚送るというルールがあります。今ちょうど送ってます。高の札を送ったみたいですね。それを山下選手は自分の陣地の中段ですねに配置しました。次に読まれるのはちょっと画面切っちゃってるんですけど「よ」から始まる札が読まれます。今度は2人とも動きませんでしたね。次は「お」から始まる札です。この試合12345枚あります。そのうちの大きの札が出ました。西郷選手早いですね。おから始まる札はこの場に3枚あります。で今読まれた大家以外に大江と大子があって取るのちょっと難しいんですけれども上手に守ってますね。画面の手前側の方が「お」から始まる札が多いので、西郷選手的にはそちら側を意識していたんですかね。次も「お」から始まる札が読まれるみたいです。今度は山下選手がしっかり取りました。西郷選手は、さっきと違って今度は画面の奥側の方に手を出してきましたね。こうやって1枚札が読まれる間に手の出し方っていうんですか、取り方を変えてくるっていうあたりはさすが永世名人という感じがしますが、今回はその狙いを外しちゃった、感じですかね。山下選手が枚数調整で今1枚送ってます。羽化を送ってますね。西郷選手の狙いが外れたその隙をついて、取ったっていう、感じがします。山下選手は自分の陣地に同じ「う」から始まる「裏」が固まっていたので、それと分けるっていう形で「う」を送ったと思います。セオリーではこうやって同じ音が固まっていたら分けるっていうのが、ありますね。いから始まる札「い」にが出ましたが場にはないので空札。今「こ」に反応していましたかね。次は「た」から始まる札です。3枚ありますね。場には3枚こう散っているんですけれども西郷選手がしっかり守ってます。先ほど、山下選手に送った高を攻めつつでも行き過ぎずっていったところでしっかり、自分の陣地に手を戻して取っています。上手ですね。真似したいですが私なんかなかなか真似できないような取り方ですね。次に読まれるのはなんだろう。ちから始まる札です。この場にはちぎりきとちぎりお2枚あります。お互いに、ちぎりきちぎりおを、攻め合う形になりました。それで、出たのが山下選手がこう攻めていったちぎりおの方で、そのまましっかり、取り切ってますね。でこのままだと山下選手の
方が不利になってしまう。西郷選手の陣地が1枚減ってるのに山下選手の陣地の札減らないので、こうやって枚数調整で1枚送ってますね。王子を送りましたかね。同時に王への札を王子がもともとあった場所に変えてきました。相手の西郷選手側のこの暗記のミスだったり、お手つきを誘う意図だったのかなとも考えられますね。推測です。次はあから始まる札です。場にはなかったので空札。お互いあまり動きませんでしたね。次はうから始まる札。うか、うら。両選手の陣地に1枚ありますね。早かったですね。西郷選手が守ってます。先ほどちぎりをちぎりきのように、セオリーで言うと同じ音から始まる札だったら相手陣の方を攻めるんですけど、あくまでもこれはセオリーですからね。自陣からこう行って取れると、相手に与えるダメージっていうのはとても大きくなります。次はかから始まる札です。かから始まる札は西郷選手の陣地の方に偏ってますね。次はおから始まる札が読まれます。場には3枚です。山下選手がさっき送った札王子もしっかり攻めて取りました。この自分が相手に送った札を取るっていうのはとっても競技かるたでは大事なんです。山下選手上手に取ってます。枚数調整で1枚送りますが、上段にあったUを送りました。山下選手は同じ U から始まる札のユラをですね持っていたので、同じ音から始まる札ということで、相手に陣に送って分けましたね。セオリーっていう感じです。西郷選手は札の配置を変えてきました。こから始まる札を動かしましたね。次はやから始まる札です。今色がついてるところやから始まる札のやすですが、そちらに西郷選手が反応した、動き方でした。次はあから始まる札。あから始まる札って、16枚あるので、今日もいっぱいありますね。空札でしたが、さっきも言いましたが、札は16枚と一番多いんです。次は、ゆから始まる札になります。ゆら。早いですね。分かれ札。西郷選手が自陣にある札も持ってます。山下選手の陣地の方に同じゆから始まるゆらがあるんですけどね、自陣から行って爆速で守ってましたね。山下選手は今立ち上がってちょっと切り替えていますね。こういった切り替えっていうのも大事です。次はだから始まる札。これも、陣地分かれてます。たれ読まれましたが場にはないので空札。西郷選手は高の方に反応していました。続いては和から始まる札です。山下選手陣地の左右分かれてますね。綺麗に守ってます。山下選手の左手側にあったわびですね。綺麗に守ってます。次はたから始まる札です。空札です。西郷選手また高を攻めつつ滝に戻りつつで、避けたという手の動かし方。さっきのタレの時と同じ手の動かし方をしていますね。続いてはこから始まる札。画面の手前側に、この札固まってます。
カラフラでしたが、山下選手陣地のコーヌに2人とも反応していました。このコーヌとコーヌ、子音がノーとヌーで似ているのでよくお手つきもしがちなんですけれども、2人ともさすが追ってってないですね。次はアの札です。はい、タイミングぴったりですね。すごいです。山下選手、ぴったり相手陣のアマツ取りました。吸い込まれるような鳥ですね。私もああやって取りたいのですが、枚数調整で今1枚送りました。何でしょう、モロかな。もだけ聞けば取れるようになったモロを送りました。次ははいカーから始まる札ですね。はい、2人とも札には触っているんですけれども、西郷選手が取った方が出てますね。守ってます。山下選手は風をの方、風で取れるんですけどの方に、行ってました。西郷選手としては狙いをそらして来ない方をしっかり取ったっていう形です。次は E から始まる歌が読まれるみたいです。2人とも、今子に反応してましたね。綺麗に避けてます。これで今子は、いで取れる札に変わってます。次は2から始まる札ですが、場にはありません。はい、場にはないので空札です。次はなから始まる札。画面の奥側に固まってるかな。はい、夏が出て西郷選手が取ってます。なから始まる札、画面の奥側に、さっきも言った通り固まっているところにしっかり手を出して取ったという形です。動き的にはどっちかっていうと自陣のながとなにしを守るつもりだったように見受けられます。そして枚数調整の送りでながらを送ってますね。同じながから始まる札2枚持ってて固まっていたのでそれを分けたというセオリー通りの送りで、そして札を移動してます。次はこから始まる札。はい、山下選手がしっかり守ってますね。画面の手前側の札は山下選手の陣地の方の画面の手前側の札ですねは西郷選手あまり攻められてないのかな。はい、次は一時決まりのほの札ですね。おー、切るように綺麗でしたね。画面の奥側っていうのは西郷選手しっかり攻めている気がします。送りは、山下選手がさっきしっかりめに反応していた風をの札を送ってますね。うまいですね、送り。山下選手は、自陣の中段に配置しました。続いて右から始まる札。今日はちょっと多いですね。4枚入ります。はい、西郷選手守ってます。山下選手は画面の奥側のミセに手を出していました。一方の西郷選手はミカキの方に手を出しつつも、行き過ぎず素早い切り返しで自陣の出札のミカのを守ってます。決まり字が短い札から手を出すっていうのがセオリーなんですけれど、こうやってミカのとミカキ分かれ札を守られるのっていうのは山下選手的にはちょっと痛手だったかもしれません。はい、今日はキーから始まる札はこの場にはないですね。空札でした。次は一時決まりのぬの札です。さあどちらが取るのでしょうか。注目ですね。はい、山下選手が早く相手陣取り切りました。先ほどから結構、山下選手はこのエリア取りに行ってましたからね。
同じ M 音から始まるムーモロミセが固まっていますし、おそらくミカキを守られてしまったのも、さっきのミカキですね。ミカのか。ここをかなり意識していたからじゃないんでしょうか。花で取れるようになった花さを送ってます。トップレベルの選手なのでほんとシーンレベルで聞き分けてます。次は、ちょうど今送った歯の札ですね。読まれるようです。さて出るのか出ないのか。送り一発ですね。はい、山下選手がさっきちょうど今送った札を早く取りました。これを送った後すぐ出ること、これ送り一発って言います。これは山下選手が一気に流れを引き寄せるかもしれないですね。山下選手がさっき送らなければ普通に西郷選手の方が攻めて取ってる可能性もあったわけなので、これ送り一発やられると結構相手的には精神的なダメージが大きいんです。送りは枚数調整の送りは湯で取れるようになったユーラーですね。さっき超高速で西郷選手に U を守られていたので、これは結構勇気のいる送りなんじゃないでしょうか。攻めて取るぞという山下選手側の強い意志っていうのを感じますね。はい、次はタから始まる札です。タカとタキですね。はい、しっかり流れ掴んでますね。山下選手が、西郷選手の陣地にあるタキしっかり取りました。これで3連取です。西郷選手もタカを攻めて、戻ってきましたが間に合いませんでしたかね。さて、送りはここ大事ですね。何を送るんでしょう。はい、さっき西郷選手から送られてきた風を送りました。攻められていたタカをすぐに送り返すことっていうのを、よくやるんですけれど、コートの駆け引きをする場合は一旦寝かせます。考え方次第になるんですが、タカを送ると、タカだけ暗記すればいいんですけど、他の札を送るとタカとあともう1枚覚えないといけなくなります。お互いの暗記の負荷っていうのを送りで変えられるんですね。はい、ちょっと説明長引いちゃったんですけれども、はい、うからうで取れるようになった裏、西郷選手がしっかり相手陣取りました。ちゃんと山下選手の右手元の下段っていうところが画面の奥側になるんですが、西郷選手きっちり攻められていますね。送り札は安を送りました。山下選手が意識的に取りに行ってるエリアなので、順当な送りなんじゃないでしょうか。ただモロとミセと、湯で取れるようになった札、ユラもある中で、安を送るんですね。ちょっとどういう考えをしていたのかは聞いてみないと分かんないかも。一時決まりの「ふ」が読まれましたが場にはないので空札でした。続いては「お」から始まる札です。おもとおで取れるようになったおえがありますね。はい、おもが読まれて山下選手が攻めて取りました。ちょっと西郷選手がっくししていますね。確かにそこまで速い取りではなかったんですけれども、いわゆる拾ったっていう感じ。王の方に西郷選手は順当に反応できてましたし、今の段階では3枚差ですが勝っているので、そこまで落ち込まなくてもいいような学士しなくてもいいような気もしましたが、送り札は山下選手の送り札は何でしょう。タカ送ってますね。この一呼吸を置いてから送るっていう、冷静になってから送るっていうのはぜひ競技している方は真似して試してみてください。とても大事ですね。フロート感出てきますよね。はい、次は「ひ」から始まる札ですがもう場にはないですね。次は「こ」から始まる札、西郷選手の右手元に1枚あります。早いですね。山下選手が攻めて取りました。
山下選手追い上げてますね。今2枚差まで詰めてきました。送り札は、O で取れるようになった。O、かな？はい、そうですね。西郷選手、右手側の中段に置きました。次は和から始まる札。次は一時決まりの目が出ます。はい、山下選手が取りました。これで、追いつきましたかね。出札も、西郷選手の陣地にこう偏ってますし、完全に山下選手のペースになってきている印象があります。西郷選手は、モロとミセ、あとは相手陣のミカかな、同じノーンで始まる画面の奥側を気にしてたんですかね。送り札はチギでした。はい、次は和から始まる札です。次はあから始まる札。今度は出るんでしょうか？どうでしょう？はい、秋か。もう秋で取れるようになっているんですけれども、山下選手が取りました。これで追いつきましたかね。逆転ですね。次ははから始まる札です。空札でしたが、西郷選手春のに反応してました。同じ春から始まる札だったので、上手に反応できていたと思います。私が言うのもなんですが、はい、次はあから始まる札。空札でした。両選手とも動いてはいませんでしたね。次はおから始まる札です。画面の手前側に1枚あります。はい、山下選手が取りました。西郷選手は出てほしい札がなかなか出ていない感じがしますね。こういう時に流れをいかにつかむかっていうのがとても難しいんです。あまり無理やりねこう掴もうとすると、かえってお手つきにつながったりするんですよね。序盤にこう押していて追い上げられた側っていうのは結構辛いんですよね、精神的に。先ほど歯で取れるようになった春の山下選手は送りました。次はたから始まる札。場には1枚だけになっています。空札でしたが、両選手とも、今度動いてなかったですね。次はしから始まる札。山下選手の右手側にしのっていう札があります。はい、西郷選手的にはやっと出たっていう感じでしたかね。しっかり攻めて取れてます。先ほどまでの流れがこう悪い時にミスをしないで我慢してこれでやっと出た札をちゃんと取り切るっていうのがとても大事です。こう言うと当たり前のように聞こえるかもしれないんですけれども、こういった時ってどうしても自信守らなきゃってなって今せっかく出たシノとかも相手にゆっくり守られてそのままずるずる負けちゃうっていうこのパターンがね結構よくあるんです。送り札はヨノでしたかね。ヨノ送ってます。はい、早いです西郷選手が湯で取れるようになったユラ守りました。これでまた戦況分からなくなってきましたね。10枚対10枚でセイムです。こうやって手持ち札の枚数同じ状態っていうのを、よくセイムって言ったりします。山下選手はついさっき送られた同じ Y4 で始まるヨノが気になっていましたかね。
C レベルで聞いています。続いては、いで取れるようになった。これは今子が出ますね。はい。立て続けに、西郷選手が取りました。これで3連手かな。3連手みたいです。早いですね。一呼吸置いて送り札を考えてます。何を送るんでしょう。はい。この場にはもう1枚になってしまった他の札、鷹を送りました。西郷選手的にはこれで、一気に行きたいところですね。練習しているので。山下選手はこの練習断ち切りたいところです。次は画面の手前側にありますね。地の札が読まれるみたいです。はい、練習断ち切りました。山下選手が相手陣を取ってます。シーソーゲームですかね。枚数調整の送りは、はい、鷹、さっき送られたばかりの鷹を繰り返してます。西郷選手は配置考えてるのかな。さっきとは違う場所に置きましたね。そして歯の札を変えました。すぐに送り返してきたので、鷹の札、今の送ってきた札を元にあった場所に置いてほしいっていうこの山下選手の狙いを外しに来た形ですね。暗記の負荷を増やしました。もちろん動かした側西郷選手も覚え直す必要があって、大変になるんですけれども、こうやって札の配置を変えることで暗記の負荷を調整できますね。作戦の一つです。次はみから始まる札3枚あります。はい。空札でしたが、西郷選手が、高速でミカを攻めて他のミに反応して手を動かしてましたね。なんか動かし方的に、3枚全部取る気満々な感じがしますね。次は「あ」から始まる札。次は「あ」から始まる札です。はい、お手つきですかね。はい、西郷選手お手つきです。我慢しきれなかったという感じでしょうか。同じ朝から始まる朝字が出たんですけれども、朝ぼらけ腕を触ってしまいました。この局面でのお手つきはかなり苦しいです。山下選手はヤスを送って背の配置を変えました。はい、背の札一時で取れるんですけれども、守りやすい右の手元、右下段に位置を動かしてますね。ちょっと守ることも視野に入れている感じでしょうか。はい、西郷選手、ヤスを左手側にの中段に置きました。この局面のお手つきはちょっと、痛いですね。はい、次は「あ」から始まる札続きますね。はい、カラ札でした。冷静に切り替えてますかね。次は「か」から始まる札、もう「か」で取れる一時決まりの札に変わっている「風を」がありますね。はい、山下選手が、これは拾いましたかね。そんなに早くはなかったです。2人とも意識の外にあった札だったようです。こういう札をきっちり拾い切るっていうのもとても大事です。世の札を送ってますね。西郷選手、画面の手前側に置いてます。続いては「はい」「あ」から始まる札。今度はこの場にある札が読まれるんでしょうか。どうでしょうか。はい、先ほど西郷選手がお手つきした札でしたね。しっかり取ってます。そして札の場所変えるんでしょうか。
はい、そうですね。歯の札の場所を戻しました。西郷選手陣地のこの左右の枚数のバランスを見て整えたといったところでしょうか。次は中から始まる札です。山下選手が守りました。西郷選手の画面の奥側の方にある何を攻めつつ綺麗にながらを取ってます。相手陣に長赤もあるんですけれども、何があるから自陣から手を出したっていったところでしょうか。次は「あ」から始まる札です。はい、哀れが出て山下選手が、今度は自陣から手を出して相手陣を取りました。なんかすごい勝負ありっていう形の、取りでしたかね。これ相手にこう自陣を守られてからこう攻めて取られるっていうのは、これやられた方のダメージすごい、計り知れないですね。ダメージが大きいです。そして送り札は一時決まりの背。山下選手攻め切って勝つっていう体勢ですかね。西郷選手は取りやすい、自分から見た右手元右枝に置きました。次は「や」から始まる札です。早い。西郷選手が、守りました。さすがですね。次は一時決まりの「さ」が読まれますが、場にはないので空札です。お手つきですね。我慢しきれなかった感じかな。同じ S 音で始まる「背」を触ってしまいました。お手つきはペナルティーで相手から1枚札を送られます。山下選手は道を送ってミカの配置を変えました。道を画面の手前側に置いてからのヨノの位置を動かしましたね。はい、続いて今度は一時決まり「背」が読まれるようです。はい、西郷選手が、早いですね。切り替えでしっかり取ってます。これね、佐藤さっきと順番違かったらまた変わってたと思うんですけどね。はい、次は「も」で取れるようになった「もろ」。はい、どっちかな。西郷選手が守ったみたいです。この局面は守り硬いですね。安定の西郷選手です。さて次は、これも一時だけ聞けば取れるようになってます。歯で取れる札「春の」が読まれます。注目です。どっちだ。山下選手が取ったみたいですね。動き出しの西郷選手も早かったんですけれども、札際で山下選手の、方が取ってましたかね。枚数調整の送りとして足を送ってます。そして長かの札を、西郷選手中段に下げてきました。続いては「和」から始まる札です。そろそろ出ないかなはい、空札でした。同じ、綿の原まで同じ綿の原やの札が読まれましたね。この場にある綿の原子は綿で取れるようになってます。続いて「み」から始まる札。早いみち、西郷選手が守ってます。山下選手は画面の奥側のミセを攻めたようです。でその隙をついて
道を西郷選手が綺麗に守ったっていう形です。続いて、連続でまた実の札が出るようです。今度は、どれが出るのでしょうか。山下選手の陣地にあるミカが出て、山下選手が守ってます。拾った形ですね。2人とも店の方から反応してました。続いて「な」から始まる札、西郷選手の陣地に固まってます。早い。これ渡り手ですね。西郷選手は「な」を聞いて両方払いました。画面では「な」にと「な」がで決まり上表示してるんですけれども、もう「な」の札はこの場にある札以外全て読まれているので、実はもう「な」だけ聞けば取れる状態になっていたんですね。なので西郷選手は「な」だけ聞いて自陣の札両方2枚払ったという形です。自陣の札読まれた札が、同じ陣地にあれば他の札触っても実はお手つきにならないっていうルールがあります。なのでこうやってさっきの取り方渡り手って言うんですけれども、なだけ聞いて払ったっていう感じです。次は「や」から始まる札。お手つきですね。よが出ました。この場にはない札です。お手つきですね。ペナルティで山下選手から1枚札を送られることになりますが、どっちを送ったのかな。わたですね。わの札を送りました。順当ですね。この局面のお手つき苦しいな。ちょっと続きますね、お手が。次は「や」から始まる札です。場にはないですが和音が続きます。空札でした。次は「み」から始まる札。西郷選手の左手元に、店があります。もう「み」で取れるように決まり字が変わってます。硬いですね。西郷選手がきっちり取ってます。場所を変えるんでしょうか。綿野原「こ」を動かしました。左右バランス整えましたね。次は「お」から始まる札ですが場にはありません。空札でした。山下選手は残り1枚なのであと1枚取れば勝ちですね。次は「あ」から始まる札。両選手の陣地に1枚ずつあります。さあどう手を動かすでしょうか。山下選手の方にあったわわじが出て山下選手が守ってます。これで、5枚差で山下選手の勝ちです。おめでとうございます。パチ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 。見応え満点の試合でしたね。今日の動画がためになったよっていう人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。感想などもコメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。通知もオンにしてね。